こんにちは。はい、今日はですね、今回は、私がね、ボートをやってました。昔はね、はい、ちょっと体壊してできなくなったんですが、今日ボートでね、愛用しているタックルボックスを出してるんですが、紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、行きましょう。見やすいようにね、ちょっと変えますわ、角度。プラノっていうメーカーのタックルボックスです。プラノのガイドシリーズってやつね。調べてみてください。プラノでね。はい。知ってる人は、もう、そんなん古いやんって言って。うん。でも、いろいろ使ってきた中で、一番気に入ってるんで、紹介しますね。はい。ボート始めようとか思う人とか、レンタルボート始めてたけど、ちょっとタックルボックスいいのないかなとか、迷ってる方にはおすすめです。はい。一つはね、やっぱりね、何がいいかっていうと、僕がこれ気に入ったのは、大容量。めちゃくちゃ入ります。めちゃくちゃ入る。ですんで気に入ってる。他のやつでもいいんだけど、バッカンでもいいんですが、バッカンはね、防水にはいいんだけど、そんなに入らへんでね。ほんで、やっぱり、バーって取っていってぐちゃぐちゃになったりする。何個もいる。そうじゃなくても、やっぱりね、ボートやったら1日釣りしたいじゃないですか。例えば、琵琶湖やったら、めちゃめちゃ広いですよね。そしたらね、バスの状況も刻々と変わってきよるんで、それにバスに合わせていこう思ったら相当なルアーいるんですよ。ね。だからそんな釣りしたいでしょ。ね、やっぱりね、レンタルボートの人も結構お金するし、自分のバスボート持ったってもっとお金いるから、せっかく行くなら、何としても一匹は釣りたいし、最終的には自分が気に入ってるルアーで釣りたいじゃないですか。ですんで、やっぱりね、ことわざで言うたら、備えやれば憂いなしっていうことでね、やっぱりね、備えとかないとダメですね。ある程度。僕やったら単純に言うて10種類ぐらいパターンは頭の中にありますね。そのためにはルアーどんだけいるか。で、特に今、すごいルアー増えてきたじゃないですか。ですんで余計ね迷うんですけども、キュッと絞り込んでも10種類かな。100種類あるとして10種類ぐらいに絞り込んで、それでもやっぱりワームの釣りからハードルアーからいろいろあるんで、それをいっぱい詰めていこうならね、バッカンとか、例えばメイホーさんの VS3080 やったかな、あれではねちょっと足らん気がします。はい。これならね、これならもう全部入っちゃう。ですんでおすすめしたいなと思って今回は動画撮ってみました。はい、知らない方はぜひ、もう中古なら今3000円ぐらい売ってましたわ。はい、いいと思いますね。はい、中身見ましょうか。こういう感じでね、はい。中身も一緒にセットで売ってるやつもあるし、またいろいろ見てください、その辺ね。で、こういうやつ、ね、こういうやつ買ってもらって、こんなんやったらね、もう今、中古やったら100円とか300円で売ってますわ。で、これ僕、ビッグウェイト、スイムウェイト専用のボックスなんですが、こうやってね、例えば、ブルーシューター、でっかいですよね、めっちゃくちゃ。これが一発で入る。入っちゃうと。で、ジョイクロ、ティンバーフラッシュ。でかいでしょ、めっちゃ入る。余裕で入るでしょ、ね。で、これですよ。バラム。これ300ですわ。30センチですわ。入るからね、余裕で。だから例えば、ね、僕がやったら多分、下の方はね、全部ハードルワンにするかな。皆さんは自由でいいですよ。僕はね、例えばビッグベイで持っていきたいと、夢がある釣りがしたい。ね、こんな感じで。で、次。これ一軍クランクで書いてあるけども、皆さんはクランク、シャット、ミノーとか、ね、今日こんだけあったら大丈夫やろっていうくらい持っていってもらって、ね、こうやって入れて、で、これ、一軍ミノーって書いてるけども、
トップとかあるじゃないですか。ハードルはね、クランクシャットミのトップね、フロッグとか、バイブレーションとかね、全部入りますよ。こんだけあればね、ジャーン出してパーン出してシャーンいける。バッカンならできるんだけども、ワームとかね、また他の門が入れられへんね。かさばる。なるべくなら1個でまとめたい。重たくなるんだけれども、結論的にいいと思いますね。でね、ボート経験ある人はあれなんですが、ない人はね、何がいるってね、レンタルボートによってはエレキを自分で持って行ったり、自分でつけたりしなあかんですよね。だからエレキいるでしょ。バッテリーいるでしょ。バッテリーめちゃくちゃ重たいよ。今リチウムってあんだけど、それでも結構重たいよ。ほんでタックルボックスでしょ。竿でしょ。竿何本持ってきます？僕でも最低5本持っていくんですよ。だからめっちゃ持っていく人だったら10本ぐらい持っていくかな。で魚拾うネットでご飯ね、ほんで下手したら魚探で、今やったらライブスコープね、あるでしょ。つけてくれはるレンタルボートもあるしね。あと何がいるかな。結構あるんですよね。そう思ったら大変。で、これやったらタックルボックス全部入りますので、おすすめですわ。で、例えば僕やったら下段はハードルワーにして、ついてるのはね、上段当ててもらって、こんなんまたこれ全部プランで揃えられますわ。これワーム、ワームとしましょう。皆さんはシンカーとか重いとかでもいいですよ。自由ですよ。これがね、6個入る。1、2、3、4、5、6。6個入る。だからもう、ある程度のワームいけるわね。3インチワームからロングワームまで。ね。下手したら、キロのワームは入れてもいいんじゃないですか。ね。で、やっぱりね、ラインの予備いりますわね。ほんで、リールの予備まで入れる。ね。入れられる。で、こうやってスピナーベイト大きいやつね、あるし、こんなんもあるし、入れられるしね。スピナーベイトでも11種類入る。ね。こんな感じでも万全にいける。で、あとこれ、一番上、パカッとすぐに対応できるように、例えば僕やったら針とか重りとか入れて、ここは魚の針外しとかね、プライヤーとかね、すぐ対応できるようにパカッてある。ね。だからものすごく考えられてます。プラノって書いてますわ。知ってはるでしょ。パスツールしてる人はもうみんな知ってる。調べてみてください。中古ならもう本当に今安いんで。古いですが、やっぱりいいもんはいいんですよね。で、丈夫。結構、これね、僕、何年使ってる思ってのだから、まだ全然割れてもいないし、大事に使ってんだけども、丈夫です。丈夫っていうのはやっぱり、一つは利点やわね。そんな感じで、使えますので、やっぱりいいですわ。いいもんはいいなんで、古いんでね。ガイドシリーズってやつさ。これね、昔見たことあるんだけど、琵琶湖のバスのプロのガイドさん、これ4つぐらい持ってましたね。すごいでしょ。でもそんだけね、やっぱりね、つくづく思うんだけど、近年のブラックバス皆さんどう思います？琵琶湖、特にそう思うんだけど、琵琶湖だけではないと思うんだけど、バスね、最近ね、ルアーめちゃくちゃ選ぶと思いません？僕めっちゃ選んでるなと思ってるんですよ、バスガイで。難しくなってるといえばなってるし、それも楽しみなんでね。やっぱりいっぱいルアー持っていって、それに当て込むっていうのが、やっぱり、その魅力がブラックバス釣りの魅力だと思ってるんで、だから、本当にね、僕なら考えとしてさ、スピナーベイト、ビッグベイト、スイムベイト、クランクシャット、ミノー、トップ、下手したらやっぱり持ってきてやったかった、例えば IGK とかね、メタルバイブとかね、
広範囲に探れるバイブレーションいるわとか出てきよるんですわ。ね、風が吹いたらちょっと重たいスピードベイトやとか何で持ってきてへんの、ね、やっぱり備えあれば憂いなしですよ。ですんで一日ゲームをやっぱりせっかくのレンタルボートにしてもね、ボートにしても自分でボート買ったりしてもね、備えとかないと何のゲームもできひんからまた戻ってまた取りに行って邪魔くさいでしょ。ですんで僕はもうめちゃくちゃ愛用してました。ちなみにこの後ろのシール見る面白いね。これ知ってる人いるかな。タックルボックスすごいでしょ。懐かしい人はグッと押してください。知ってる人は2ですわ。はい、そんな感じでですね。はい、いいです。いいもんはいいんでね。またね、今度僕もボートの実況をお見せしたいんですよ。考えてんのは、1000人登録したらバスボート編をね、バスボートで、釣りしてる実況編をね、絶対にお見せしたいと思いますので、チャンネル登録の方、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、すいません、今日はね、私が、ボート時代に愛用してたタックルボックス紹介でした。はい、ぜひ知らない方はね、使ってみて。今は3000ですから、安いですから。でもすごく丈夫やし、大容量。やっぱり、いるのは、やっぱり大容量。ほんでやっぱり使い勝手がいい。で、どうだろう、早速バン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 掘れるから、カカカカカってここでね、もう変えて、シャーンいけるから、効率大容量ですよ。せっかくのね、休み取ってね、月1回でもボート行きたいじゃないですか。ね。そしたら、何としても1匹はついたいと、ちっちゃくても。そっから見える世界があるんでね。はい。ぜひ、おすすめします。はい。ありがとうございました。また、いいのあったらね、まだまだいっぱいありますので、紹介させていただきます。皆さんいつもありがとうございます。